ちゃんとセットがあるんです。ある。いやだからレベルアップってことですよね、僕ら。そういうことね。レベルアップ。嬉しいな、嬉しい。宇宙船みたいな。皆さんこんにちは。大事な知らせやります。はい。江戸目アーケードチャンネルはこれにて終わってしまいます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただ、はい。終わりって言っても、はいはい引っ越し。引っ越しなんですか。引っ越しです。スクエアエニックスプレゼンツ、カウントストップ TV、カンスト TV に引っ越す。ただそこはまあステップアップな感じですね。まあそうなんですね。もともと枝豆アーケードチャンネルはまあここねある通りスポンサードバイスクエアエニックスということで、そこからいよいよスクエアエニックスプレゼンツの大きいチャンネルにステップアップだと僕は思ってますけど。そう僕は思ってます。はい。まあただその枝豆っていうねこのロゴとかも、この T シャツも、終わりっすね。だからせっかくなんで、まあ3年間、気づいたら3年ですよ。いやそうなんですよ。びっくりしました。言っても3年前の動画とめちゃめちゃいっぱいありますよ動画。言っても結構変化してるじゃないですか。最初は結構そのザ・クールジャパン的な感じで、まあそもそもこのチャンネルが作られたのがそのまあスクエアエニックスさんが軸でこうアーケード文化をそうですね。外国にみたいなチャンネルでしたよね。最初の動画って感じで覚えてるのはゲームセンターとおばあちゃんナンパして一緒にインベーダーやった巨大インベーダーをめっちゃ楽しそうだったからあとあれですね、言ってもアーケード文化で始まり、最初まあインベーダーでもそうですし、パックマンとか、そのチャレンジ系ですね。そのクラシックなゲームにチャレンジするっていう意味でいくと、そもそもまあトムさんはそのゲームセンターでその働いてた過去とかもあったりして、多少まあ親しみと言いますか、あったんですけど、僕全然なくてですね。いや普通のゲームは全然やってたんですけど、やっぱそういうパックマンとかで育った感じでもないんで。いやだってパーフェクトゲームは正直感動的ですよ。いや本当に本当に全然やったことないのを満点を取るみたいな。Go go go no 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 go go yeah so far get far get far get far yeah アーケードってこれも忘れちゃいけないんですけど、ディシディアですよ。プレイさせていただきました。そうですね。言ってもまあ僕もまだプレイしたことなかったし、カブさんもプレイしたことなかった。そこでブンブンさんに結構キツキツとビシバシと教えてもらったんですよね。いやもうガチ初心者にいきなりめちゃめちゃ上手い人とかもプロデューサーいろんな人に囲まれて。いやもう普通に緊張するわっていう。いや正直ね僕ちょっとあれ振り返ると感じでじゃなくて普通にゲーム見たかったなっていう。確かに見てるのが面白いからもう自分もやりながらで見ながらのなんか全然そこまで楽しめてなかったかもしれない。僕でも後ゲーセンによく結構やってて、あとプレイステーション版と PC 版が出て、もう今だにだってポケットにずっと入ってますよ。だからこれね、そうこれね、あの時もらったクラウド、この中にやっぱりディシディアの入ってんですよね。入ってますこのチップが。でそこからやっぱりまあゲームショーですね。東京ゲームショー。うわーめっちゃ楽しかった。懐かしいですね。もう初めてそういうこう収録とかで行かせていただいたんで、普通に遊びに行くとは違うところもいろいろ入れるわけじゃないですか。裏口とかめちゃめちゃテンション上がった。弁当をこっちの裏で食ってるぜみたいな。そうあれめっちゃテンション上がった。1個だけあれですよ、もう動画いっぱい上げたんですけど、結局一番再生稼いだのが倍です。いやいやそういうのいらないです。そっから実は枝豆史上最大というか再生数の動画が来ちゃったんですけど、 VR のドラゴンボール VR ゾーンという、新宿に今はもうちょっとなくなっちゃった施設なんですけど、VR で遊べる施設がありまして、そこに、ドラゴンボールでカメハメを打つことができるっていう、やってる側としたら入ってる時は面白いんですけど、外見から見たら本当ただやっぱつけてるだけじゃないですか。そんなにドラゴンボール感ないところで映像があって、そのギャップがめちゃめちゃ面白くて、面白かった。それが2年前なんですけど、そのピークが2年前にあったって話じゃなくてYouTube って難しいんで、後でこう過去の動画がブワーってきたりとかいろいろあるんで、たまたまなんですけどその動画が一番見られたということですね。でもゲームセンターシリーズ続きましたね。その太鼓の達人とかやりましたし、ダンネボーダンサーセルビーもやったし、オーストラリアの僕の一緒にゲーセン働いた人も来て、やったからね、ちょっと
あったんですよ。なんかこう展開といいますか、やっぱりそのスクエアエニックスさんの下でやらせていただいている以上といいますか、会いたかった人シリーズみたいな、このスクエアエニックスのレジェンドと言われている方にお会いする機会をやっといただけまして、からのリストがすごいです。会えた人たちと、もう、僕が一番人生で一番好きなゲームが、ファイナルファンタジー7なんです。でそこで北瀬さんと一緒に携帯を使ってファイナルファンタジー YL 山手線の動画でこう自由に質問聞くコーナーがあって、インターネットから募集していろいろ聞いたんですけど、もうずっと泣きそうで。ですよね。もう7もそうですけど、クライシスコアをもう作ったもう神ですよ。神です。レジェンドなんですよ。今でこそリメイクでもうたくさんいろんなメディアに出られてますけど、もうそこを一番最初にもう言ったら僕らなんじゃないですか、そのリメイクについて突っ込んで聞いてるのはこれ2年前ですから。 Final Fantasy VII is set in Japan after a big accident. ウォールマーケットっていう街があって、ちょっと歌舞伎町に似てる。あとカットされた質問あったんです僕らだけ聞いた質問の答えなんですよ。もうずっとそれだけはもう、いやその発言もこれ結局カットされたさんもありますし、もう上松さん、そうですね、その1回だけじゃなく何回もお会いできて、ご飯もご一緒できたりもありますし、その展開で坂口さんにも会えちゃったり、台湾ですよ。そう、台湾で、みんなで鍋を交わしたわけですよ。これは本当にぶっちゃけですけど、夢かと思う。ぶっちゃけ枝豆やって一番すげえ良かったっていうのはもうそこに集約されている。わかります。台湾でそのすごい豪華なメンバーで鍋食ってるっていうのは、それは動画になってないんですけど、そのもう思い出としてはすげえやべえ、そのやったもの作品をさらにカバーしたものをさらに本人に見てもらうって結構メンタルにくると言いますか、しかも初対面だったんですけど、そこで初めまして見てくださいって向こうも微妙だねって絶対言えないですから、その事情もありながら、その空気の中でどういう反応いただけるかとかがもう本当いろんな、もうこの変なとこから汗出てましたもん。いいなあ、このルックス持ってるといいなあ、これ。ありがとうございます。潰しが効きそうだなでそっからあれですよ、アメリカ行ってます。アメリカ行ってますね。アメリカ行ってるんですよ。遡るとめちゃめちゃアメリカ行ってるんですよ。そう、なんか1年間で多分3、4回ぐらい行ったんじゃないですかね。ゲームセンター行って、アメリカのゲームセンターと日本のゲームセンターを比べる的な感じで。これね、すごい豪華なんですよ。その E3 に取材に行ってるのもあるんですけど、その前に E3 の取材に行くための取材みたいな。そう確かになんか下見、っていう感じでこう一旦行って向こうのゲームセンターの事情を調べてて、いっぱいゲームセンター回りました。その動画になってない中でもいっぱい回ってるんですよ、実は。そうですね、リサーチといいますか、でこういうところで撮ったら面白いんじゃないかみたいなのいっぱいやってて、やっぱ向こうのゲームセンター全然違うんですよね。思い出のはやっぱりチケットマシーン、もう本当に山ほど取って、もうちょっとすごいこの辺に積んで、もう向こうの人絶対しないんですよ。なんかもう文化としてそういうチケットっていうのが出てきて、それを集めると景品交換できる。I love LA っていう本で書いたりとかできるんです。いやいや、ポップにはできましたけど、もっと豪華な商品もありますよ。選んだのはそれです。選んだのはそれですけど、いまだに使ってます。I love LA っていうポップ。そんなに好きじゃないのよ。いや好きですよ。好きです。だってあれからもう何回も行ってて、結構もう思い出の場所ですけど、第3のホームの感じになってますよ。そこからE3でやっぱり忘れちゃいけないのはやっぱり社長と、社長と。いやこれはもうすごいことですよ。これもすごいことですよ。なかなか会えないですから。一緒にゲームするっていう。あれはトゥームレイダーめちゃめちゃ面白い。どこまでちゃんとその編集でどういうね、あったかわかんないですけど、結構社長言うタイプじゃないですか。クソーみたいな、熱くなるんだみたいな。なんかそこめちゃめちゃ面白かったですね。しかもね、めっちゃうまいですよね。うまいですよ。普通に僕よりうまいですね。社長で思い出したんですけど、やっぱその会社スクエアエニックスの公開されてないプロジェクト、まだ発表してないプロジェクトの裏側を密着するっていうあったじゃないですか。星と翼の星とじゃないですよ、今トムさんなまりになっちゃいました。星と翼のパラドックスっていうアーケードゲームなんですよ。
はい、あれは要は倉庫行って実際筐体を組んでるところを、はいはい、なんかバラバラのパーツ見てこれ何になるのかなみたいなでバッてこう作ったものをまあ誰よりも先に乗っちゃった感じで、まあ、開発の会社も行ったり、はい、音響作ってる効果音の裏に密着してさらに僕たちも撮っていいですみたいな、そうバシコーンやってそれがちゃんとゲーム内で使われてる。おーやったそっからちょっと様子がおかしくなるんですよこのチャンネルがいや農業を始めたんですよこれちゃんとその自治体に許可をいただいてもう新潟のもう村に行って弥彦村に行かせていただきまして、ガチで植えるっていう大変な作業だったわけだってこう手植えって全部やったんじゃないですか、はいはい、からの後ろでビューンってなんかもう機械乗って、あの時本当ハードだったんですけど収穫した時は確かに良かったと思いました。それは本当にめちゃめちゃ良かったって、はい、その場で茹でて食べた瞬間に、うわこんだけ美味しい。お疲れ様です。お疲れ様です。枝豆 and beer is the best thing. Yeah. Like Tom and Kabuki. Oh yeah. Mm-hmm. いやーもう二度とやりたくないかもって思ってたんですけど次の年もやりました。次の年も、はい、しかも次の年やったのがまた、はい、さらにグレードアップして、はい、これこそ絶対手植えじゃないといけないっていう、もう本当ブランド枝豆をもうグレードアップしてさらにお祭りも参加させていただきまして、貴重な体験させていただきました。あれはでも本当にあれはすごい貴重な体験ですよ。ですね。肩があれからもう1ヶ月ぐらいずっと痛かったんですけど、それは病院行った方がいいですよ本当に。やっぱりこう背が高いからそうだ負担が全部こっちに来るんですよ。一人で全部背負ってるみたいなぐらいな感じになってたんで、ただ僕はもう最後にやっぱり諦めたくないっていう、で最後にやりきった結果やりました。はい、めっちゃでもよかった。でも正直世界一の、ベストワッショイだったよね。ワッショイ動画、これ本当見てほしいんですよね。これでも今離脱されたら困るんで、これ全部終わった後に言ったやつ見てほしいんですけど。さあそしてもう一つ大きな軸ですね、枝豆、FFTCG でございます。ファイナルファンタジートレーディングカードゲーム、今どっぷり、もう講師ともにハマってしまっているこのゲーム、この番組のおかげですから言っても、このチャンネルの軸って言っても人生の軸になってるでしょ。僕そういうことです。もう完全にとにかく会話の8割ぐらいが TCG、もうプライベートな時間は全てそこに注いでるっていうぐらい、こんなカード出たんで、これは多分次は氷属性とこれだったら合うんじゃないかっていう会話しかない。いや今までねちゃんと趣味っていうものがなかったんですよ。ゲームとかね、やりますけど、いろんなゲームをやる、それはやるんですけど、一つちゃんと趣味って言える、胸張って言えるのはもうカードゲームです。でめっちゃ強くなったんです。いやそれは誰が見ても、いやそれはですね、本当ありがたいことにですよ、いろんな機会をねいただいたり、ちゃんとそういう場を提供していただいてるからっていうのはあるんですけど、これ始まったのが2017年なんです。もうその時も正直ここまでやるとは思ってなかったと言いますか、なんか体験してみましょうみたいなノリで始まったんで、その頃の動画とかやってたのってそこまで頑張ってなかったというか、時間は使ってなかったんですよ。やっぱりこれで面白いですよ、そうなんですね、ルールこんなですよ、そうなんですね、やってみましょう、体験しましょう、面白いで、家帰ってなんかやるとこまではなかったんですよ。それをさらに言っても結構ヘビーユーザーになりがちなゲームじゃないですか。そこをちょっとライトテイストでもっと一本やっぱり面白いから参加してほしいっていうことで、エクストリーム TCG やったわけです。覚えてますか？雪山で。雪山本当バカだね。バカだね。それが結構僕の中では枝豆の中ではかなりインパクト抜群の動画。いや僕はね今ですともうちょっとデッキこう変えたかったなって普通にわかる。いやそれはもっと普通に雪でやるの、もっと雪にもう寄せたデッキ作ればよかった。あの時はもう全然甘い。なんでもちょっと取り直したいですね。取り直したい。正直取り直したい。もう一回雪山行くぐらい僕は取り直したいです。What? No, it's ready. Thing's ready. Get it.
まあまあそんなまあそれ FFTCG もありました、それをちょっとね、そのやっぱり好きな作品といえばやっぱり今年ファイナルファンタジー7リメイクがありままもなく出るんですけど、それで去年の E3 で実際プレイができ、いやプレイができっていうか発表のそのそうトレーラーの発表ですか。はい涙本当に今 E3 ってその大きい会場での発表もあるんですけど、各その企業さんが発表会みたいなのをやる別会場でやったりするんですよね。でなんかおしゃれな劇場で机にプレゼンツ、もう世界中がその生配信に注目してるんです。それをこの距離でうわーうわー泣いたり、はい声叫んだり、はい、もう上げ下げがすごい。いや初めてティファそこで出たんですよ。あ、そう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 。うわーってうわー、あの時の感動ももうやばいです。あの日毎日鳥肌立ってたんで、だから毎日してくれるんですね。はい、風邪ひきましたもん、鳥肌立ちすぎてですね。連続でわかる。はい、すげえでプレイもできて、プレイもできて、あとそうですね、その FF7 リメイクのおかげで、僕が一番好きなプロレスラーケニー・オメガさんにインタビューもできてちょっと個人的にすごい、はい、それもすごいテンション上がったんです。めちゃめちゃ感動してまして、もうなんか、はい、もう声かけて「ケニーさんすいません、はい、お願いします」それも実はカンスト TV に繋がったんですよ。あ、はいはいはい、その動画は上がってるんです。出てるんですよね。はい、もう動画上カンスト TV ってがってます。で E3 からさらにいろんな他のゲームショーまで行っちゃってるんですよ。パックスシアトルですよ。シアトルクラムチャウダーめっちゃ美味しかった。いや美味しかったです。美味しかった。サーモン美味しかったです。サーモン美味しかったし、はい、去年はドイツゲームスコム。これは三大ゲームショーの一つと言われてます。そうですね。だからもう、はい、本当に制覇した感じはあるんですけど、制覇してますよ。だってゲームスコムも、はい、確か毎日3万歩ぐらい歩いたんですよ。もうすごい全部もう見て広いんですよ。そう。今まで東京ゲームショーってめっちゃでかいと思ってた中で次 E3 と出会って、うわでけえと思って、さらにその上がいたっていう、そうなんか広さで言うとそうめちゃめちゃ広い。いやソーセージ美味しかったね。美味しかった。ビールも美味しかったし、肉この大きさより大きい肉とか、街中がすごいなんかパーティーな感じだったんですよね。なんかゲームスコンで、いやーもう本当、いろいろあった3年充間、実してたなっていうか、もうそうっすね、こんなにいろんなことたくさんやらせてもらえるチャンネルないですよ。ないですね。だからまだまだ動画自体はこれ、まあ終わってしまうんですけど、動画残るので、ちゃんと残してくれるんですね。ちゃんと残るので、見てない動画多分今日振り返って、あれそんなことあったんだって思ってぜひ見てほしいなと思います。いやいやもう本当に 2,3 年後になんかバズるかもしれないですから、さらに雪の中でやってるカードゲーム、あ、やだ、それやだわそれは撮り直したい。それはなんとか撮り直したい。とりあえずカンスト TV でもやりたいぐらいです。はい、撮り直したいけど、まあ本当にありがとうございますという話でございます。はい、ということで、はい、3年間今までありがとうございました。そしてこれからはカンスト TV。いや、どんな感じなのか全くちょっとね、どうなん全然想像もつかないです。ちゃんとカンスト TV T シャツとかあるんですかね。僕そういうのないと無理ですよ。はい。そういう縛りだったっけ？僕そういうのないと全然 T シャツないと T シャツないとなんかあんまなんか出るのちょっとなっていう。でもなんか多分撮ってるのはここってなんか僕らこんなんなかったでしょ。いや今日初めてですよ。3年間やってこんな豪華な。はい。でもこれはよく生放送で見るセットなんですよ。でカンスト TV なんか別のあるっぽいんですけど。あ、同じスタジオ、別のスタジオが。いやもうあるんですよね。行きましょうよ。行きましょうよ。はい。おい。なんか豪華ですか？あれ？ちゃんとセットがある。ある。僕らの時セットなかったな。いやだからレベルアップってことだね、僕ら。そういうことね。レベルアップ。嬉しいな、宇宙船みたいな。すごい。この中に？はい。いるわ、そういう外国人。いるパーティーに一人はいる。まあ確かになんかコスチュームパーティーでいや納得しました。はい似合う。いやめっちゃ似合うんですけど。バイキンマン。トムさん、もう一個見つけました。実は知ってます。彼の存在。カンタ君。カンタ君。はい。カンスト TV のカンタ君。そうです。お魚大好きカンタ君。お魚好きでしょ。まあ。これそうですね。はい。今後カンタ君の命令を僕ら聞くみたいな。そういう感じですか。
カンタ君が指令を出すみたいな番組ですか？そうみたいです。なるほど、はい、じゃあもう大事にしてはい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。 Welcome to your source of Japanese gaming, arcading, and everything crazy here in Japan. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside. What happened? Writing down all the things that I miss. And in the letters you take from me. That's you? That's me. No, I won't go back. That's me. That's yep. With a hand to the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over in our hometown. Running free, it could be everything that we were chasing. Just to see how you make everything fall into place. I won. First one to get off at the station. There's something in the air that I can't place. And now I see a silhouette in the dark. So can we take this home? Yeah. Okay. Okay, can you pay for this time? I'm gonna hold you tight this time around. Now feeling like I need to escape. The world outside only made me numb. 'Cause I just wanna be in our hometown. Running free. Everything that we were chasing. Just to see. I did it! Yo, check out what I got! Everything that we were chasing. I won. I'm impatient. Yeah, Just to see how you make everything fall into place. How you make I hope they accept it. Yeah, what if they're like, no, we don't want to show Arcade Channel! さよなら。カント TV もぜひよろしくお願いします。お願いします。監督もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。